今日のごちそうさまチャンネルは男子おつまみ。そろそろ塩分にもちょっと気をつけたいな、だけどあっさりしすぎて塩分感じないぐらい減塩したの嫌だなっていう時に、秋元食品さんの減塩あっさり柚子白菜を使った白菜漬けの春雨サラダですね。お肉も入ってるんでしっかり味と。これ結構ね量食べれるレシピですね。食べていくと白菜漬けが入ってきて食感があって、あと一品何かないかなっていう時におすすめのレシピだと思います。皆さんこんにちは。今週の男子おつまみは秋元食品さんの減塩あっさり柚子白菜を使った白菜漬けの春雨サラダですね。減塩あっさり柚子白菜、私ももう42歳でございますんでね、そろそろ塩分にもちょっと気をつけたいな、だけどあっさりしすぎて塩分感じないぐらい減塩したの嫌だなっていう時に結構個人的に買ってます。実はそれを使って美味しいおつまみを作っていこうという回ですね。材料紹介ですね。まず豚肩ロース肉使います。それからニラ、それから緑豆の春雨ですね。一般的にスーパーで売られてるものです。で今日はもうお湯で戻してざるにあげてある状態。それから減塩あっさり柚子白菜、それの使ってる汁があるんですね。その汁もちょっと使います。それからすし酢、ごま油、生姜、針生姜になってます今日は。でお塩コショウですね。まずこれもね、じゃあねちょっと最初に味見なぞ。なんか減塩って聞いちゃうとなんか美味しくないんじゃないかと思うんですけどね。しっかり味しますね。なんか通常の白菜漬けに比べて 40% の塩分をカットしてるっていうね。当然あっさりはしてますよ、白菜漬けなんであっさりしてますけど、そんなに塩分薄いって感じはしないですね。薄味にならないというかね。まず春雨戻したやつですね。これをこのままだとちょっと長いんですよ。ニョーンって取った時にこんなになっちゃうので、これをもうざる揚げしてしばらく置いとくとこういう風に固まるので、この状態で4分の1ですかね。で固まっちゃったと思っても後で水分出すと戻るので、問題ないと思います。でこれをガラスのボウルの中に入れちゃいます。で置いときます。では次にニラ、このぐらいの幅ですかね、4センチでこれも置いときます。では次に豚肉です。下味つけておきます。全体に混ざるぐらいのサイズ、1センチ幅ぐらいですかね。ひき肉でもできるんですけどちょっと油多いんですよね、ひき肉だと。そしたら下味です。お塩で胡椒でちょっと全体合わせて、でここから火にかけていきます。フライパンに火をつけてごま油ですね。フライパン温まったら炒めます。全体ほぐしながらですね。これなんかパックのお漬物ってもうないやと思って間違えて買っちゃう時ありますよね。そういう時にその前のやつじゃなくて新しいやつ食べたくなるんですよね。そういう時にいいかも。うちはね結構そういうのあるんですよね。買っちゃったみたいな、まだあるのに。8割方火通ったらニラ入れますね。なんかな。でニラに火入ったら火止めてちょっと粗熱を取ります。これもちょっと熱すぎるのでお酢も入るんですけど、そのお酢が飛ぶ要因になっちゃうんですね。なのでちょっとボウルかなんかに移すだけでもフライパンの中にいるよりは一気に温度が下がるので、ちょっと混ぜつつ、ご自宅でね普通に晩ご飯の準備とかされる場合は先に作っといてこのまま置いて、冷ませばいいと思いますね。そしたらこっちの先ほどの春雨ですね。春雨の方に柚子白菜で柚子白菜の汁ですね。からすし酢で針生姜です。これみじん切りでもいいです。ちょっと糸状のものが切り物も多いので今日は針生姜にしたんですけど、で和えると結構水分あるんで、まず春雨がほぐれますからね、こうやってね。で全体合わせて粗熱の取れた豚肉とニラ入れて一気に混ぜちゃいます。で一気に温度下がるんで、最後にお塩と胡椒を追加します。さらっと出来上がりですね。これ結構ね量食べれるレシピですね。で白菜の食感もあるし、こんな感じかな。完成です。白菜漬けと春雨とニラと豚肉ですね。生姜もね結構効いてるんで、お子さんもね結構好きな味だと思います。で食べていくと白菜漬けが入ってきて
食感があって使った白菜の美味しさが味わえ、お肉も入ってるんでしっかり味と。で茹でといた春雨に、僕は味付けをすることが多いんですけど、その方が吸いますね。春雨一本一本にもしっかりと味が入る、そんなイメージですかね。あと一品何かないかなっていう時におすすめのレシピだと思います。ごちそうさまでした。